できた。はい。よいしょ。へい、ババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビババンババンババンバンバビバビバビバババンババンバビバババン。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白黒のクータくん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のリーシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日はね、この夕飯の残りのカリカリな、このライブのさ、カリカリタイムのためにな、用意しようかなってし始めたら、なんかみんなして食べ始めちゃってさ、食べ始めちゃって、なんか用意できなくなっちゃってね。それで今日はいつも通り微妙に遅刻しましたね。遅刻の言い訳でございますよ。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティースよりたいっちゃうのか、ジャスティース。今日は氷が入った冷たい水だよ。ああ、いい音するな。市販の氷はな。今日はうちで作った氷じゃないんだよね。お
客さんが来てたんだけど、お客さん氷置いてったんだよね。なんか使わなかったんで未使用なんで、もしよろしければつって。いや、いいですよつってね。だから今冷凍庫の中氷がいっぱいなので、それ使わなきゃと思って早速その氷入れて、ね、なんかいい音するよね。なんでこんな音が違うのかね。すげえ謎だな。水って不思議だな。ね、溶けちゃえば水だしな。凍ると形が違うだけで、なんでこんな音。はい。うるせえよってな。すいません。てったまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。いい音しますね。ねえ、なんでこんな違うんだろう。なんでこんな違うんだろうね。てったまさん、のぶとい風鈴の音みたい。ああね、そうだから、風鈴もさ、ガラスの風鈴だとあれか、陶器の風鈴が今こんなことだな。ね、なんだっけ、鉄製の風鈴の音がさ、結構涼しげな音っていうのをするんだよね。見た目的にはなんかさ、ガラスの方のが涼しそうな感じがするんだけど、音はね、やっぱり鉄製の方のがちょっと涼しそうな音がするんで、だから鉄製のやつが欲しいなと思ってんだよね、みたいなね、感じかな。カリカリ残してんだ、結局な。結局残す。これあれか、朝、残りのこびりついて食べるやつだな。今日さ、暑いからさ、お客さん来てたからな、この部屋で9時間猫と一緒に籠城してたんだけど、籠城してたんだけど、まあ今日は割とね、なんかすごい暑かったわけではないのかな、わかんないけど、まあ夏の暑さだから暑いっちゃ暑いけどね。ただ予想だとさ、ね、普通に35度とか超える時とかもあったりするんで、それに比べると今日はなんだ、曇りっぽかったからね、ちょっと、マシ、まあ、33度ぐらい。まあ30度超えるとまあ暑いっちゃ暑いんだけどね。だからまあそんなのでさ、見た目るのかな。どうぞ。ねえ、にやこ食欲ないかしらと思いきや、結構意外と食べるのね。あれ食べんのみたいな感じでね、あげたんだけど、まあ結局夕飯は残ってたからさ、やっぱ残すんかいと思ったのにさ、なんかライブ始めようと思ったら、急にみんなして食べ始めるから、もうなんでもうほんとなんでっていう感じよ、にゃんこな。てんたまさん、籠城、はい、籠城してました。もう今日どうすると思って。まあ、カンカン照りの晴れのその35度とかではなかったから、まあよかったとは思ったけどさ、まああんま変わんないっていうのかな。で、今日はね、前にシーツをさ、部屋干ししてた時、割となんかね、涼しく過ごせたなと思ったんで、今日はタオルをさ、いっぱい濡らしてさ、ぶら下げといたわけよ。タオル濡らしといて、ぶら下げてたんだけど、まあ、それの効果も多少はあったと思うんだけどね。まあ、最初のうちは良かったんだけど、やっぱりなんかね、予報ではね、3時あたりぐらいからなんか晴れる予報になってて、で、まあ3時ぐらいって暑いじゃんか、いつもさ。だから、暑い時間に晴れるのかと思って、そこが山場かなと。山場かなと思ってたんだけど、まあ、案の定って感じだったかな。なんか、そんくらいの時間が暑かったかな。まあね、暑かったらスーパーにアイス買いに行けばいいわ、なんて思ったんだけど、まあ、ただね、スーパー行くと結構涼しいんでね、なんかそこで涼んじゃうと、なんかアイスいいかな、みたいな感じになって。で、結局今日はアイスは買わなかったかな。ただ、1日3回スーパーの、お惣菜食べたっけな、みたいな、そんな感じだったかな、今日は。何だったっけな。なんかね、お腹空いちゃったんだよね。お腹空いちゃったんで、じゃあね、しょうがないと思って、お昼食べるかと
ってね。で、なんとなく麺類が食べたい気がすると思って、麺類が食べたいけど、どうしようかなと思って、散々眺めて、で、まあ、ビーフンだったら、小麦粉じゃないから、まあ、多少マシかしらと思ってさ、ビーフンにしてみたんだよね。あとさ、原材料はほぼ一緒。ほぼ一緒だから入ってるもんはさ、ただ味付けっていうのかな、なんか茶色い麺と、塩味なのかわかんないけど、黄色い麺とみたいな感じでさ、まあその中でビーフンだったら、まあ小麦粉じゃないから多少マシかなと思ってさ、またぐーちゃんがうんこまき散らしてるのかな。ぐーちゃんがうんこしながら歩いてる感じな。と、てったまさ、そこが山場じゃ。そう、3時ぐらいがさ、今日山場かなと思って。まあ3時ぐらいだったらおやつの時間だから、まあアイス買っちゃえばいいかなって思ったんだけどね。なんかお腹が空いてたんだ、今日はね。この暑いのによ。てーたまさ、持ちこたえるのじゃ、そう、私もさ、散々持ちこたえるのじゃって思ったけど、お腹が空いて、なんか知らんけどお腹が空いて、なんでこんな暑いのに私はさ、もう食欲がね、なくならんだろうと、あそこに残したのか。だから、さすがにね、さすがに匂うっていうのかな。まあ、この部屋にずっといるとわかんないんだけど、スーパーに行って帰ってくるとな、さすがに匂うな。いろんな動物臭がしますなっていう感じだったな。ね、もう気をつけてさ、されたらね、すぐ処理して、ね、匂わないように EM を吹きかけたりとかして対策してはいるけれどもな。いるけれども、結局、積もりに積もったどっかしらから匂っている。ね、わからない匂いの原因がどっかにあるんだろうけどな。それが匂ってるんだみたいな、感じだったな。で、あと何だったっけ、何の話してたんだっけ。あ、お腹が空いて、朝どうしたんだっけ、米粉のパンケーキ作って食べたじゃんか。で、その後玉ねぎと卵があったからと思って、じゃあ玉ねぎの卵とじ作っとこうと思って、で作っといたんだけど、もうさっさとお腹が空いて、午前中に食べきっちゃったわけよね。で、そんなのすっかり忘れてるぐらいにお腹空いてて、で、お昼にそう、ビーフンを買ってね、で、結構割と大盛りっていう感じかな。割と量がある感じでね、もう珍しいなと思って。昨今はもうね、なんかかさ増しでさ、かさ増しっていうのなんて言うんだろう、ステルス値上げっていうんだっけ。なんかね、見た目多そうに見えるのにさ、なんかね、すごい企業努力で、なんか工夫してな、なんかすごい少ない量でさ、足りねえよみたいな感じなのがさ、なんか久々に、ちゃんと食べたなって思えるぐらいの量入ってたんでね、まあよかったよとは思ったんだけど、でまあ今日はもうコンビニ弁当食べちゃったからね、なんて思って、ただまあね、その山場で暑かったらまあアイスぐらいは食べてもいいか、みたいに思ってたんだけど、なんかお腹が空いて、でね、ピーナッツせんべいピーナッツせんべいがピーナッツせんべいっていうか、なんだっけ、南部せんべいか。南部せんべい食べたいなと思って、ただもう南部せんべいは売ってなかったなっていうことは覚えてんだけど、南部せんべいがいいなと思って、なんか近いもの探しに行くかと思って、で、近いもの探しに行ったんだよね。で、今日はね、ピーナッツせんべいはあったわけよね。やっぱり南部せんべいはなかったんだけど、まあ南部せんべいもピーナッツせんべいも似たようなもんだから、このピーナッツせんべい買えばいいかと思って。で、まあね、原材料を見るとやっぱりね、南部せんべいの方のが余計なもの入ってなくてよかったんだけどね。ピーナッツせんべいの方は、まあ、使われてるのがマーガリンなんで、なんでみたいな感じなんだけど、まあ、しゃあないと思って、ピーナッツせんべいがね、いいかと思って買ってきたんだけど、やっぱりね、南部せんべいとは違うなと思って、なんであんな南部せんべいうまいの
かな。なんでこんな違うのかなみたいな感じだったね。で、ピーナッツせんべいの方は、南部せんべいに比べると、生地が甘いじゃんか。甘いっていうのと、それのせいかわかんないけどさ、硬そうっていうか、硬いんだとは思うんだけど、こう、割るじゃんか。割ると粉々になっちゃうっていうのかな。だからなんかね、もさもさした感じっていうのかな。口当たりっていうのかな。なので、なんかね、南部せんべいとはなんかね、違うんだよね。なんでかなと思って。南部せんべいはうまいなと思って止まんないみたいな感じだったけど、今日のピーナッツせんべいはお腹が空いてるから、なんか止まんないみたいな。そんな感じでね、今日はピーナッツせんべいを、食べておりました。で、昨日かなそう、昨日ライブやってる時に、なんか喋りながら、干し芋食べたいな。喋りながらね、干し芋食べたいなって思ってたんだよね。で、そうか、昨日なんか、干し芋食べたいと思ってたんだよなと思って、で、干し芋売られてるんだけどさ、なんかね、芋けんぴみたいなさ、スティック状な感じにね、切られてるやつと、あとはさ、シート状のやつだと、高いんだよね。それこそ茨城のアンテナショップで売ってたようなやつが売られてるんで、だからそこまではあれなんだよ。そこまではあれなんだよなと思って。で、しょうがないと、そのスティック状のね、干し芋も買ってきて。で、それもさ、食べたんだけど、なんかやたら甘く感じるんだよね。で、なんか別に今ほら甘いの求めてるっていうわけではなくて、お腹が空いてるっていうのと、あとは昨日干し芋食べたかったんだよなっていうのを思い出して、それで買ってきて食べたんだけどさ、なんかやたら甘いんだよねと思って、なんかちょっとしょっぱいのが食べたいよと思って、さっきね、プレミア公開するちょっと前に、なんかね、やっぱりね、麺類っていうのかな。なんかそういうのでさっぱりしてる甘くないやつが食べたいと思って、酢の物買ってきてね。で、さっき酢の物を食べて、で、今またお腹が空いているみたいな、そんな感じでございます。どこだったっけ。てんたまさん、お掃除どうぞね。お掃除するにはいっぱいあってさ、いっぱいあってさ、っていう感じよ。てんたまさん、南部せんべい懐かしいね。なんか知らんけど、南部せんべいがさ、なんか最近やったらいろんなお店で売ってて、なんだろう、旬なのかしらみたいなね、感じで売ってたんだよね。ただ、うちの前のお店ではもう売り切れちゃって在庫ないみたいでさ、ピーナッツせんべいだけになってたんで、前はピーナッツせんべいってなかったんじゃないかなと思うんだけど、だから多分それの代わりみたいな感じで置かれてんのかなどうなのかなみたいなね。そもそもあんまりせんべいの棚をまじまじと眺めることがほぼないんで、わかんないんだけどね。てんたまさん、味付けと歯ごたえが絶妙なんでしょうね。そうそうそう、そんな感じ。そんな感じよ。ね、ほぼ似たようなね、食べ物なのにさ、なんかこんな違うもんなんだな、みたいな感じだったな。ヨシーさん、ジャスティーさん、ありがとうございます。てんたまさん、ヨシーさん、こんばんは。てんたまさん、もうすぐお引っ越しですね。そっか。ね、今週だったっけ。そういえば今日さ、月がすごい存在感でさ、すげえ。すっげえ月だな。すっげえ月だなって、3回ぐらい言ってた。3回ぐらいね、洗濯物を取り込みながらね、ベランダね、洗濯物取り込まなきゃと思ってさ、あげたらさ、もう目の前にさ、なんかすごい存在感の月、もう真っ黄色っていうのもう漫画みたいにほんとさ、絵に描いたような月がさ、ドーンって目の前にあって、おーと思って、なんか8月のその満月が一番地球に近いらしいんだよね。
だからかと思って、なんか9月の中秋の名月のね、なんか満月よりも、なんか8月の満月の方が綺麗に見えるよなって今まで思ってたんだけど、あ、そういうことかと思って、8月の満月が一番地球に近くてでっかく見えるらしいんだよね。まあ、それでなんだと思うんだけど、20日が満月らしいんだけどさ、もうすぐじゃん。だからさ、もうすんげえ、すんげえと思って、もう月に向かってすんげえなって、今日言ってました。はい。安倍さん、ヤフオクで、冷風船を、冷風機か。冷風機を買って、今日届きましたが、買ったんだ、早速な。あまり涼しくないですね。あ、そうなの？クーラーがなく、扇風機で暑さをしのいでいたのですが、うん。冷風機は涼しくないですね。そう、2回言った。2回言ったら相当涼しくないんだな、それな。ちょっとかなりそれはがっかりだね。そっか。扇風機より多少マシなんじゃないのって思ったんだけど、そんなことないんだ。あら、それはがっかりだな。てーたまさん、阿部さん、こんばんは。特に卓上の冷風機になると、あまり効果ないようで、あ、そう、なんかね、実験っていうのかな、してる人がいた、解説してる人がいたな。大きさらしいんだよね。羽の大きさが扇風機でね、扇風機のどれが涼しいか涼しくないかみたいな、をやってたわけよね。で、その、夏の、被災した時にどうやって暑さを乗り切るかっていうので、まあ、扇風機がね、まあ、電池で乗り切るっていうのでね、まあ、どれが一番いいかみたいなね、解説っていうか実験っていうかやってたんだけど、やっぱり羽が大きくないと涼しくはないらしいんだよね。なので、できるだけ大きい、大きさをね、まあね、使った方のがいいんだけど、まあ、電力は、あんまり使わない形でっていうのをね、やってたんだよね。だから、卓上でちっちゃいのだとね、やっぱり効果はないんだろうね。あれさ、冷風機はダメですね。3回言った。水を入れて、氷を入れたのですが、はてな。そうなんだ。そっか。涼しいのかなと思ったんだけどね。違うんだな。よしさん、掃除は大変ですよ。そうだよね。何年住んでたんだって言ったっけ？ダメでしたが、待ってないよ。言ってたんだったっけね。自宅のマンション引っ越しに伴い大掃除しましたね。もうすぐだもんね。一人で3ヶ月半かかりました。おー。一部屋3日はかかります。あ、そうね。かかるかもしれないね。そんくらいね。天玉さん、石ノ森章太郎原作の漫画、現場大戦のラストカットのような月ですか？あ、そうなんじゃないかな、多分。多分そうなんじゃないかなと思うよ。天沢さん、よしさん、一人で引っ越しの段取りするのは大変ですよね。ねえ、でも私はずっと一人でね、引っ越ししてたのでね、ずっと一人、ずっと一人で引っ越ししてたな。天玉さん、昔、ポリタンク2台使う冷風機を使っていましたが、それは涼しかった。確かにね、ポリタンク2台も使うっていうのは相当だろうな。それは涼しそうだよね。よしさん、信行さん、冷風機は残念でしたね。ねえ、残念だね。3回言ったもんね。やっぱり冷風機か。
エアコン、扇風機か。エアコンですね。エアコンがまあ一番ね、いいんだろうけど、まあエアコンをね、つけられないっていうことだから、エアコンつけられないんだったら、じゃあどうするっていうね、作戦だよな。ヨッシーさん、17年住んでました。17年だったらもうね、3日かかるよな。いつでもお猫、かわいい。お猫さんな。お猫さんかわいいよな。てんたまさん、17年だと、結構いらないものが溜まっているのでは、まあそういうのもあるだろうしね。で、うちほら、私がこの家にさ、引っ越してきたとき、まあとりあえず荷物だけ置かしてくれっていうつもりで最初は、引っ越してきたんだけれども、で、その間にね、なんとかして、あの、住まいを探すから、だから最初は猫5匹と暮らすつもりで引っ越してきてないからね。猫1匹だけと、で、私1人とでね、まあ住む家を探すつもりで、とりあえず緊急で、引っ越したいと。夫の元から逃げ出したいっていうのでね、もう1秒でも早く逃げ出したいっていうところがあったんで、もうとりあえず荷物を貸してくれっていうつもりで、この家にね、引っ越してきたわけよね。で、誰も住んでなかったわけよ。もうね、いつから住んでなかったのかは知らないんだけど、まあ誰も住んでない状態だったんでね、そんな家に引っ越してきて、で、まあね、とりあえずね、しばらくいたらっていう話で、まあ、こんなに長くいられると思ってなかっただろうけど、こんなに長くいられるとは思ってなかったと思うんだけどさ、まあ、しばらくいたらっていう話でさ、じゃあお言葉に甘えましてっていう感じで、未だにまだいるんだけどって感じなんだけど、だから引っ越してきた時に相当汚れが溜まってたっていうの。だからまあほら、父親が家事をするわけではないからね。ただまあ仕事で使ってたんで、まあ普通に生活してるよりは荷物はなかったよね。荷物はないんだけど、ただもう長年の汚れ、だからこのマンション買ったのが、まあ私が生まれた時じゃんか。ただまあ、それから改装をしているからね、その時からずっとっていうわけではないんだけど、まあ、いつ改装したんだろうなっていうくらいでね。で、結構もう古い埃が、まあ、カーテンとかにこびりついてるような状態だったんで、引っ越してきた時にね、具合悪くなったんだよね。ひとまず具合が悪くなった。ひとまず具合が悪くなったんでね、いや、これはね、掃除をしないと、まあ、やばそうだっていうのでね、もうとりあえず、もうひたすら掃除してたよね。で、風呂なんかね、3回洗ったかな？ 3 回洗ったんだけど、結局まあ、湯船のね、黒い汚れは取れないんで、いや、ここに、まあ、最初はでもだいぶ洗ったんで、最初は使ったよ。最初はね、湯船にね、お湯張って使ってみたんだけど、やっぱり古いね、お風呂なんで、ああ、そうだった、そうだったっていう感じで、まあ子供の時に入ってたお風呂なんでさ、熱いお湯が下に溜まってんだよね。で、上が水なんだよ。でね、ぬるいからと思って入ると、下が熱湯なんで、泣きを見るっていう感じでさ、だから混ぜなきゃいけないんだけど、混ぜなきゃいけないんだけど、とにかく熱湯と水を混ぜなきゃいけないんでさ、人の手で混ぜるのはちょっと無理なわけよ。だからその混ぜる用の棒が絶対必要で、で、そうだ、このお風呂使ってた時はその棒で混ぜてたよなっていうのを思い出して、で、その棒ないんでさ、今時売ってないでしょ、そんなさ、混ぜる棒なんて。でも、いや、これ混ぜるのないと無理だもんねっていうのでさ、まあ、これ入れないなっていうので、だからもうこの風呂は入るのはやめようと思って諦めたわけよ。で、それっきりうちではさ、湯船に浸かるっていう習慣がなくって、みたいな感じで。まあ、とにかく掃除してね、だから一部屋につき、だから3日ぐらいかけて、風呂場で3回洗ったぐらいなんで、そんくらいね、とにかく掃除して。で、カーテン
が真っ青だったわけよ。なんかまあ、どうも青が好きなんだろうな。青いものがいっぱいね、あったんで、まあ、それに合わせてこういうさ、青い、なんだ、家具をさ、買うときも青いのをさ、合わせて買ってたんだよね。ただまあ、とにかくそのさ、真っ青なカーテンが、多分ほら、目に映る一番大きい面積のものなんでさ、体がそれで冷えるんだと思うんだよ。それを見てるんで、まあ、具合が悪いのがさ、治んないんで、これ絶対カーテンのせいだろうなと思って、で、まあ、重い腰を上げてさ、まあ、こんなに具合悪いんじゃもうどうしようもないんだと思って、カーテンをさ、変えたらさ、まあ、すっかり、治りましたよ。治りましたよ、みたいなね、感じだったよな。もうさっさと変えとけばよかった、みたいな。洗濯なんかね、3回もしてないで、もうカーテンさっさと変えとけばよかったと思って。ただまあずっとほら住むつもりではないから、とりあえずちょっとね、住むつもりでいたからさ、だからわざわざそんなカーテン変えたりとかするつもりじゃなかったんだよね。まあにしてもさ、にしても具合が悪いので、みたいな感じだったんだよね。で、申し訳ないけどっていう感じで。だから最初は捨てずに、取っといたのかな。まあ、すぐに戻せるように、現状復帰できるようにっていう感じで暮らしてたんでさ。でもまあ、結局ね、まあ、ここまで、過ごしてるんで、もういらんよなと思ってな。捨てたかないつだったかなっていう感じ。えーっと、吉井さん、天玉さん、家具はすべて廃棄しました。トラック2台分、そうなんだね。その後、壁、天井、床、窓、トイレ、他の大掃除です。なあ、暑い中な。ほんとね、秋冬じゃない、春秋に掃除ってやっぱりしとくべきだなっていうふうに今日思ったね、そのにゃんこの匂いな。ね、にゃんこ自体は匂わないんだけど、まあね、粗相がね、大量なので最近な、すっかり匂ってくるようになってしまったっていう感じよ。てんたまさん、ひとまず、はい。ひとまずな。吉井さん、高価な家具でも中古は価値がないようです。そうなんだ。今後家具は安価なものを購入しますね。そうなんだよな。ただまあ、その住んでる間、自分が心地いいものを選ぶのがいいんだろうけどね。てんたまさん、よしーさん、そんな高価な家具を、廃棄されたんですね。家具にも思い出があるので、廃棄は辛いですよね。そんな高価な家具を廃棄するのは辛いよな。安価なものだったら、はいはいっていうな、私みたいにこういう軽いのな。自分で動かせなかったらダメだからと思って。だから本棚があったんだよね。本棚があったんだけど、いや、これ地震で倒れたら、だから311の時にね、倒れなかったけれども、いや、これ自分で動かせない家具があるのはダメだなと思って、それはね、勝手に勝手に処分しちゃったな。ジモティーだな。ジモティーで処分したかなって思うよね。まあ、0円にしとけば、みんな持ってってくれるんで、で、0円でジモティーで、なんか、譲ったかなって感じだったと思うんだよね。で、多分そこそこいい家具っぽい感じではあったんだけどさ、まあ、本棚だからガラス戸だし、で、重いから自分では動かせないしさ、だからこれはダメだなと思って、勝手に勝手に処分してしまったな。えーっと、吉井さん、読んだか。吉井さん、そんなに高価ではないのですが、富裕層の方が引っ越し
時に高価な家具なのに、買い取りはなく、そうなんだね。逆に廃棄代がかかると嘆いてましたね。そうなんだろうね。で、その家具はまた売られてな、二重で美味しいみたいな感じだろうな。その引き取る業者はな。てんたまさん、飲食店が廃業するときも、厨房の道具は高価なものでも二足三門ですからね。そうだね。新品じゃなければ、そういうことになるだろうね。てんたまさん、メルカリで売れたらラッキーみたいな、そうそうそうね、売れればラッキーみたいな、そういう世界よね。そうは言ってもさ、写真のことは教えてくれないカメラの学校に行ってたんだけどさ、そこでメルカリで、家のものを処分する、そう、だからそのカメラの学校の授業料が、高かったわけよ。で、高かったんで、その授業料を捻出する、そのローン代を捻出するのに、どうしようかっていうので、みんなでね、ああしたこうしたっていう、アイディアを、シェアしてたわけよね。それで、自分の家にある家具を、処分した、断捨離で処分したとかって話だったかな。そしたら、40万になったので、授業料は払えました、みたいな話をしてる人がいて、羨ましいなと思って、メルカリで家具売れんの？しかも40万になるほどの家具っつったらさ、相当いい家具じゃないのと思って、家具をメルカリで売るっていうところもすごいな、どうやって売るんだろうって思ったんだけど、40万になるんだったらいいよねと思って、いいな私一月で40万稼いだことって、おそらくないと思うんだよね。うん、ないと思うな。多分、最高で30万ぐらいじゃないかって思うんだけど、40万一月で稼げたこと多分ないと思うんで、いいなーって思ってさ。その話がね、すごい心に残ってんだよね。ね、メルカリで売れたらラッキーだよね。テンタオさん、安価なものなら、はいはい。そうそうそう。はいはい、ありがとうございましたって感じね。おかげで、快適に過ごせましたよ、つってさよならってできるけどな。家具に思い入れなしですか？てかね、物持ちいいんだよ。めっちゃ物持ちいいんだよ。これもさ、かなりね、これは割と、状態がそんなにね、悪くなってないからいいんだけど、この隣に2つぐらいあったわけよね。もう同じような感じのものがさ。で、段々になってたわけよ。猫が階段になって、登れるような感じになってたわけよね。置いてある場所、ここじゃなかったしさ。なのでね、猫の、だから、クータがここで寝てたよな、この上でな。そんな感じで置いてたんだけど、もうそれはね、もう、後ろ、引き出しの後ろなんかさ、もう割れちゃってて、古くてさ、プラスチックが劣化して、割れちゃってて、もう分かってんだけど、そのまま使ってたんだよね。そのまま使ってて、で、いい加減割れてさ、プラスチックの粉々がね、引き出しの中にさ、ね、もうばらまかれてる状態で、もう捨てなきゃなって思いながら、もうずっと使ってるのが、ようやく売買できるみたいな。ようやく売買できるよみたいな。もうそんくらい、もうね、もうダメになるまで使うんで、それで、はいはいっていう感じでさよならするので、あんまりね、綺麗な状態のまま、さよならするっていうことがほぼないんだよね。よしさん、ヤフオクで漫画本、キングダム他は、売りましたけど、エレクトーンがあったのがすごいな。エレクトーンなどは廃棄代がかかります。そうだね。エレクトーン廃棄したことあるよ。嫁やってた時さ、嫁やってた時だからもうほんとさ、何十年住んでんだかわかんないような家だったんだよね。
で、もうね、自分たちももうどれがいるんだか、どれがいらないんだか、もうわかんないよっていう感じなぐらい物が溢れてたわけ。で、嫁に行った時にその姑さんがさ、全部捨てていいからって全部捨てていいからって言ってたわけ。全部捨てていいからって言われても、ただほら、私はまだね、そのうちでさ、どれが必要でどれが必要じゃないのか見極めがつかないからわかんないから、3年ぐらいちょっと様子を見たわけよね。3年ぐらい様子を見てて、いや、これはいらなそうだなっていうのを、ちょっとずつちょっとずつ処分し始めたわけよね。で、まあ、兄弟が3人いたわけよ。旦那が長男で、下に妹がいて、で、弟がいてっていう3人兄弟で、で、妹さんが音楽学校ね、音楽の大学か、音大に通ってたんで、そのエレクトーンだとかの楽器類、楽譜類とかさ、まあとにかくね、妹さんのものでね、いっぱいになってる部屋があって、でもそこはもう玄関のすぐそばの場所だったから、ね、で、家で法事とかするのにさ、そこ空いてたらさ、お客さんがね、荷物置いたりとかできるから、いいだろうなと思って、ここを開けたいなっていうふうに思ったわけよ。で、そのエレクトーン、古いエレクトーンを、まあ、処分して、で、その時はみんなすっきりしたみたいなんだよね。で、そう、だから、業者呼んでさ、私のお金でだよ。私のお金で処分してな、みたいな感じで。で、まあみんなすっきりしてたみたいなんだけど、まあその後、まあいろいろあったわけよね。その後いろいろあったわけ。全部処分していいって言ったくせに処分したらあれがない、これがないって始まったわけよ。急にな。まあそっから嫁姑のね、バトルが始まりまして。でね、旦那は、私のことは守れないからっていう話で、じゃあもう1秒たりともこの家にいたくないというな流れでね、今に至る感じでございますよ。そう、エレクトーンね、処分したよ。いくらかかったかなね、感じだったよな。ーっと、てんたまさん、家具40万は、勝ち億、勝ち億って言うんだ、そう。勝ち億っていうか、そういえばさ、今日、アフィリエイト、アマゾンのさ、アソシエイトってあるじゃん。で、アソシエイトってなんだろうなと思ってたんだけど、要はアフィリエイトのことだと。いいのか、それでと思って。ね、なんだか知らないけど、アマゾンはアフィリエイトのことをアソシエイトって言うんだって言うからさ、なんだそうだったのか。今までずっとアソシエイトってなんだろうと思ってたけど、なんだそうだったのかっていうのがね、分かったんですっきりしてよかったんだけど、だからそれが、今までそのアソシエイトの上限が決まってたらしいんだよね。いくらまで。売れてもいくらまでで報酬はみたいな上限が決まってたらしいんだけど、私はほぼ売れたね、試しがないんで、ね、分配金っていうのかな。月々の分配金が10円ぐらい入ってくるみたいな、そんな程度でね、その売れたからの報酬がほぼ入ってきたことがないので、そんなんね、まあ別にどっちでもいいけどみたいな感じだったんだけど、まあその上限が撤廃されたことで、これからは Amazon のね、Amazon はほら有名っていうのかな、みんな使ってるから、ね、Amazon でね、アフィリエイトで稼げたらこれはいいぞっていうので、また Amazon が熱いっていうことになってるらしいじゃんか。でね、撤廃されたんで、20万円のものが売れると、じゃあ家電か、ジャンルにもよるんだ。ジャンルにもよって、これが売れると何パーみたいな。結構、だからその、電子書籍みたいなものかなが売れると10%とかってなってるらしいんだけど、ただそれだとそもそも単価が安いから、10%入ったところで特にね、儲けは出ないと。で、家電なんかはあんまり率は1割だったかな ?1 割って10%か。だから違うか。違うんだけれども、ただ家電なんかは高いから、
それで売れた方のが、収入になるから、なんか家電とかね、そういう高いもの、できるだけ高いものを売った方がいいよっていう動画を今日見たんだ。そっかと思って、いいなと思って。アフィリエイトもさ、私才能ないからさ、ね、アフィリエイトの才能ある人いいよなと思って。ただまあこれからね、稼ぐ方法としたら、ね、本当それこそアフィリエイトとか、なんかそれぐらいしかないんじゃないのかなって思ってるんでさ、そうするとそういうね、スキルも身につけといた方がいいんだろうけどねって思いながら見てたかな。今日はその動画な。てたまさん、よしさん、エレクトーンはメルカリで売れたらいいのに、エレクトーンって売れんのかね。古いやつ。古いやつはさすがに売れないか。ね、新しければ売れるのかね、なんでもね。それとメルカリは何でも売れるってことなのかな。何でも売れるのかな。てんたまさん、時間ないでしょうけど。そっか。2日ぐらいしかないんだもんね。よしさん、エレクトーン買い取り屋に聞くと、今は需要がありませんとのこと。あ、そうそうそう。なんか言われた気がする、そういえば。廃棄しました。てんたまさん、エレクトーンが需要のない時代になりましたかね。昔エレクトーンって流行ったよね。だから私はその鍵盤楽器ね、まあそもそも楽器が弾けないんで、子供のさ、なんかちっちゃいピアノあるじゃんか。あれが家にあったかなとは思うんだけどさ、それぐらいでさ、うちにあったね、なんだ楽器といったらさ、ね、だから、友達の家とかにはさ、エレクトーンがあって、あれ弾ける人、まあ友達弾いてたけどさ、すごいなぁと思って。だってさ、足にも鍵盤あるじゃんか。ね、足に鍵盤あって、で、両手は段が違うしさ、って、ね、頭ん中どうなってんの？もう両手だって私無理なのにさ、足鍵盤ついてんだよって、もうすげえなって思ってたけどね、あれ弾ける人がすごいいるんだからさ、ね、それがすごいよなって思ったんだけど、ね、需要のない時代になったんだよな。そう、だからさ、写真とかイラストとかも、もう需要ないんだなと思って、だから今まで一応さ、ビビたる感じだけれどもさ、ね、写真とか、あとイラストの素材、ダウンロードされるとさ、なんか1円とか入ってくるね、サイトにさ、未だにね、ちょこっと入ってくるけれども、ね、もうそれすらいらない時代になっちゃったじゃんと思った。AI がさ、絵描いてくれるしさ、もうそれで OK なわけじゃん。今だから CM のタレントもさ、その AI ちゃんか、もうね、人間のタレント使うとさ、なんだっけ、スキャンダルがあるからっていうのでね、まあ、いろいろあるからっていうので、なんかもう AI が主流になってるらしいじゃんか。確かにな、なんか AI の人間いっぱい見るもんなって思ってさ。ってことはもう写真もね、イラストももういらないんじゃんと思ってさ、ね、なんかほら、需要が何もないからさ、もう本当アフィリエイトで稼ぐしか方法なくねって思ってさ、今日な。てんたまさん、新品同様の DX7 は需要あるのでしょうか？いや、どうでしょう。エレクトーン同様じゃないのかと思うんだけどな。てんたまさん、守れないから切りそう。そう、もうまさしくそれでした。てんたまさん、アーフィーで稼ぎたいね。で、そのさ、解説してる人がさ、いや、楽しそうにさ、解説してるわけよ。いや、この動画いつまで続くんだろうね。解説してる人すげえ楽しそうだから、いつまででも続けられそうだけど。
こっちはもういいよ、わかったよ、みたいな感じだからさ。ね、いやね、ほんとこんな楽しんでる人じゃないと稼げないんだろうなって思いながらさ、見てたよね。カニタンさん、エレクトーン弾ける人は天才。そうだよね。だってさ、段違うし。横じゃないんだよ。段違う上にさ、足にまで鍵盤ついて。これもうほんとどうなってんのって感じだけどさ、弾いてたよね、友達は。すっごいよな。テンタマさん、AI が作曲して、作詞して、動画まで作ってくれる。そうそうそう。だから AI をもうさ、制覇しない人は生き残れないって言うけどさ、まあそうだろうね。まあそうだろうねって思うけど。だからこんな必死こいてな、動画編集してる私は一体何なんでしょうかっていうな。気持ちになってしまうけど、気持ちになってしまうけど、でもあと私にできること何があるのってもう全然思いつかない。何も思いつかないよ。吉井さん。私はエレクトーン弾けません。娘の、です。あ、そうなんだ。じゃあ、一人暮らししてる部屋ではなくて、家族で住んでた部屋の片付け、それはかかるわ。それはかかるよね。そう、だから嫁やってる時の家の片付けな、もうだいぶ頑張ったのにさ、自費で処分して、自費で処分してな、で、散々文句言われてな、みたいなね、もう大変でしたけど、はい。かかるよね。天沢さん。水原一平の一平動画はフル AI でビビったね。そうそうそう。なんかさ、見てないんだけど、ホリエモンの AI の動画があるっぽいじゃんか。あと、ホリエモンだけじゃなくて、誰だったなんかあんまり知らないんで、あれだけど、青汁王子かなんか青汁王子ってなんか、そういえば、炎上してんの何なのなんか、青汁王子がやばいっていうね、サムネをよく見るんだけど、見てないんで全然何が起きてんだか知らないんだけど、なんか、青汁王子怪我してたよね。あの怪我が治らないみたいな、そんな感じなのそれともあれか、この前の株の大暴落で、全財産なくしたとか、そういうことわかんないけど、なんかね、青汁王子がやばいとかっていうね、なんか解説かなんかしてる動画がよく上がってくんだけど、どうしちゃったのって感じなんだけど、まあとにかく AI のさ、そのホリエモンの動画があるみたいで、ね、で、なんか AI ですとかって書かれてる、サムネの動画があって、あ、そうなんだ、すげえな、本物みたいだな、みたいな感じだったんだよね。でさ、なんか、今回は本物ですっていう動画もあって、いや、見分けつかないわけよね。だから、本当にさ、もう、それこそ、フェイクニュースというかさ、そのね、騎士とかがさ、ね、まあ、普通に本人でもとんでもないこと言ってるけど、本人ですらとんでもないこと言ってるけどさ、AI がね、なんかでたらめなことを言っててもさ、まあみんな信じちゃうよねっていう恐ろしい世の中になったよね。これ見分けつけられる人ね、少ないんじゃねえのって思うけどな。えーっと、たまさん、青汁、腕も動きません。お金も、ありませんね。やっぱりそんな感じよね。なんかそんな感じだなと思って、どうしたのどうしたのと思って。なんか次なんか動画出てきたら見ようかなと思いつつ、それきり出てきてないんでさ、なんかあんまり知らないんだけど、ね、どうしちゃったのかなっていう感じね。もうずっと動かないってことなのなんか治療ずいぶん頑張ってたっぽい感じじゃんか。なんかいろんな動画出てきてたけどさ、ダメだったのかな
よしさん、株は暴落しましたが、米株は、後で見えない。20、もう下がっていません。買い進む時です。まあそうね。ただ乱高下してる時はちょっと様子見。で、まあ体力がある人はそのまま売らないで持ち続けてることだよね。持ち続けて回復してきたなと思ったら、まあちょっとずつね、買い足していく感じで、まあ今買い進むっていう気はしないかな。ね、みたいな感じ。というわけで、本日も武田でございますが、またよかった言うの忘れたな。はい、ではこの言葉を、3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。あー、よかった。あー、よかった。ね、だね。はい。で、猫のだから大変だな。物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。